こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、涼しげなイラストですよね。ソルトさんの作品でタイトルはアイス。アイスを食べている時にふとアイスを食べている女の子を描きたいなと思い描きました。涼しさを感じられるよう透明感を出し、青や紫系統の色を使って描きました。透明感を出すように頑張ったのですが、あまりそういう風に感じられず、重く熱い感じになってしまいました。また涼しさを感じられるようにしたかったのですが、あまりそういうのが感じられません。そこを添削していただけると嬉しいです。他に気になる部分があれば全部言ってくださいとのことです。はい、まずですね、この方まだ絵の技術は拙いですが、しっかりとね、自分が表現したい感じを前面に押し出すことができて素晴らしいと思いました。アイスを食べている女の子を描こうって思ったとしても、こんな風に涼しさやアイスの冷たさを強調するために、本当の固有色を無視して水とか氷とかを感じさせるような青色で全部まとめちゃおうっていう思い切り。これはですね、パッとこの絵だけを見ると普通のように感じてしまうかもしれませんが、これ自分でやろうとするとちょっと恥ずかしいんですよね。現実とは違う自分の表現に踏み込んで、これいいでしょっていう主張が入ってきてしまうので、そこがね、ちょっとこう表現する上で恥ずかしさが出てきちゃうものなんですよ。でもソルトさんはそれが思い切りよくできている。そこがまず素晴らしいなっていう風に感じました。で、どこを添削していくかなんですが、ソルトさんもおっしゃっているように、そういう工夫はしたものの、まだあまり涼しさを感じられていないっていう部分。なぜそう感じてしまうのかっていうと、まだソルトさんは思い切りが足りていない部分があるからです。なので今回はこのイラストをどうやったらもっと透明感があって、もっと涼しさを感じられるような見栄えにできるのか、そこに着目しつつ添削を進めていこうと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。はい、まずですね、涼しさの表現に入る前にちょっと形を直したい部分があるので、そこだけ調整しますね。まずはここ。はい、ちょっとですね、頭が大きいかなって思ったので、少しだけ上を削ってみました。あとね、ちょっと首をグイッと前に突き出しているようにも見えるので、顔の位置だけ少し右にずらします。はい、こんな感じ。とりあえずね、形で気になったのはそのくらいです。ただね、あんまり気にしてほしくないのは、ソルトさんの絵、今指摘したような形の崩れも含めて、なんかこう柔らかな良さがあるので、あんまりね、こうデッサンってね、そこまで形の正確さを求めすぎなくても良いと思います。そこはご自身でバランスをとってみてくださいね。で、ここからが今日のメインの部分、涼しさの表現に入っていきます。まずはこうしたいです。はい、グラデーションマップを追加して1段階明るい青を用意したら、一旦ね、グラデーションマップを非表示にして欲しい部分にだけこんな風に追加していきますね。はい、こんな感じ。どうでしょう。これだけでも涼しさがアップしたような感じしませんか？これはなんでかっていうと、青にも色々種類があって、ソルトさんが使っていた紫っぽい青もあれば、僕が今追加したようなシアンがかったような冷たい青もあります。でね、涼しさにつながるような青って、どっちかっていうと僕が今追加したような透き通るような青の方が涼しさにつながりやすいので、全部じゃないですけどね、青の色数をこんな風に増やしてあげると、さらにソルトさんが追い求めるようなイメージに近づくと思います。でですね、肌色なんですが、こちらはちょっと青く沈ませすぎちゃったかなっていう風にも感じています。多分ね、逆光の表現にしたかったんだと思うんですが、見方によっては少しね、具合が悪いようにも見えかねないので、肌色もですね、健康的なイメージに調整していきます。はい、こんな感じです。でね、ちょっと無理やり明るくしたので、少
少しねこう輪郭とかがぼんやりしちゃったんですが、後で書き込みを調整するので一旦このまま進みますね。次は髪の毛の調整です。ソルトさんは髪の毛で透明感を出したいとおっしゃっていますが、透明感を出そうとすると皆さん色を薄くしがちです。ですが意外とですね、透明感を出すには一旦色を濃くする部分も必要だったりするんですよ。こんな風に。はい、一旦ですね髪の毛を濃く調整しました。この部分ですね。そしたらその上でここに反射光とかハイライトを入れて明るく持ち上げる部分を作っていきます。こうです。はい、こんな感じ。こんな感じでね、暗い部分と明るく反射している部分、この両面を作ってあげることで透明感ってね生まれていきます。まだね髪の毛の調整は途中ですよ。透明感ってですね意外と手数が必要なので大変なんです。透明感出してください。でね、最近言われることが多いんですが、透明感っていうキーワードが出るとね、僕らイラストレーターは結構これ工数かかるな、大変そうだなって思ったり思わなかったりします。意外とね大変なんですよ、透明って。はい、じゃあですね、色調整でちょっとぼんやりしてしまった書き込み部分をもう一度はっきり取り戻していくために、顔と髪周りの部分ペンで整えていきますね。はい、今の手数でね結構イメージがはっきりしたのではないでしょうか。ポイントなのは髪の毛につけた目の線を描き込んだことです。透明感っていうかね、本当に透明にしちゃったわけですが、ちょっとねこれには理由がありまして、僕ですね添削の最初にもっと思い切ってソルトさんのしたい表現に寄せてみてもいいんじゃないって思ったんですよね。ほら最初の状態を見てみると、髪の毛を水を彷彿とさせるような青を使っている上に、さらにね水玉エフェクトとかを乗せて、見方によっては髪全体が水に見えるようにしてあるんですよね。ちょっとここからは僕の想像になってしまうんですが、もしかしたらソルトさんはこうしたいんじゃないのかなと思いましてですね、髪の毛を水のようなニュアンスを含ませるように表現を追加していってみますね。例えばこうです。はい、サイドヘアのシルエットをあえて途中で途切れさせて液体のような表現にしつつ、反射光をさらに書き込んでいって、さっきよりもさらにみずみずしい透明感を髪の毛に付け加えてみました。ここまでいくとねもうリアルからはかけ離れてしまうんですが、涼しさは格段にアップしたのではないでしょうか。表現の世界はね、こういうある意味での嘘を織り交ぜてあげることで表現したい感じをさらに増幅することも全然ありなんですね。もっとこうしたいなって思ったらリアルにとらわれすぎずにその心に従ってみてください。何をしても表現の世界は自由なんです。で次はですね、手とアイスかな。まずは手の調整をしますが、意外とねアイスを持つポーズって難しいので、難しかったら写真を撮りましょう。はい、こんな風にこれを参考にまずは手を直していきますね。はい、こんな感じ。次はアイスなんですが、アイスはですね僕ちょっとこうしたいです。
はい、ですね、今何をしたのかっていうと、懐かしのダブルソーダアイス。これをですね、2人で1本買って、で、ボキって真ん中で割って、2人で分けるっていうアイスなんですが、アイスをね、こうすることによって、画面手前に自分の存在を感じることができるんですよ。ね、アイス食べない？俺ちょっと買ってくるからさって言って買ってきたダブルソーダアイス、じゃあ半分こねって言いつつボキって真ん中で割ります。で綺麗に半分こにしたつもりが片方だけ大きくなっちゃった。こっちでかくなっちゃったからさ、お前にやるよ、ほら。いいの？ありがとうとかいうやり方をしつつですね、もう遠回しに彼女のこと好きだっていう風に伝えているつもりなんですね。もうそんなんじゃ伝わらない、不器用。でもそれがいい、そういうメッセージをですね、このアイス一つにギュギュッと詰め込んで表現することができちゃうんですよ。もう最高でしょ？はい、すいません、ちょっと取り乱しました。なんだっけ、落ち着け俺。はい、次は襟とリボンを調整していきます。はい、ここは単純にちょっと体の形に沿わせて形を調整しただけです。あえて1点ポイントを挙げるなら、セーラー服に1本ラインを追加したことでしょうか。この方が目線が顔付近に誘導できるので効果的です。あとは制服部分ですね。はい、袖の部分なんですが、ここあえてこだわりや設定がなかったら、こんな風に白い袖にしてあげても視線が下に下がらずに邪魔しないので、すっきりこういうデザインにしてあげても良いと思います。で、最後こうですね。はい、光の回り込みを感じさせるようなレイヤー効果を追加したら、今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？パッと見た瞬間ね、涼しさと爽やかさがアップしましたよね。はい、今回はですね、涼しさと透明感を出すというテーマに従って添削を進めてきました。まず最初にポイントだったのは色ですね。青と一口で言ってもいろいろな青があります。涼しさにつながるような青もあれば、ここまで涼しさにはつながらない青もあります。今使っている色が自分が欲しい感じにつながっている色なのか、途中で判断しながらね、色使いを調整してみるのが大事だよという話をしました。そしてもう1点は透明感です。今回は僕の勝手な予想だったんですが、トルトさんは水のような透明感を紙に含ませたいのではないかと予想してですね、はい、こんな処理にしてみました。透明感を表すには薄い色じゃなくて濃い色も大事だよという話もね、大事でしたね。はい。でですね、今回はちょっと特殊な髪の毛の描き方をしちゃったので、斉藤さん、もうちょっとどんな絵にも使える汎用的で応用可能な髪の毛の描き方を教えてよっていう人も多いと思います。そんな時にはこちらの動画、反則技、髪の毛を簡単に描く方法がおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。